でこうフリーハンドで描かれて、周りがちょっとこういう焼き締めというすごいですね、はい、これマットな質感なんですけど、ね、結構模様が。そうなんですよ。面白いですよね。これが線の模様と書いて線紋っていう風に名前を付けられてるんですけど、本当いろんなパターンというか、いろんな釉薬のものとか、こういうね模様のないものとか、今はスリープウェアにも挑戦されていて、いろんな技法を使われてるんですけど、特にうちではこの専門シリーズが私が好きで選ばせていただいてます。仕上がりによって色が少し違っていたりで、こう青っぽい色が出ているものがまた面白いなと思うんですけど。確かに真ん中だけ若干青いんですね。そうですよね。なのでちょっと外側と内側のギャップもまた楽しいなと思ってます。白化粧、白い化粧土をこう上から重ねられて、土の色なんですね。そうなんですよ。釉薬ではなく土の色。もともとやっぱりどんな陶芸ももともとの土焼くとこういう色らしくて、それにやっぱりいろんな土自体も混ぜられたりとかして焼いているうちに、その温度の変化だったり酸素がどれだけ入ってたりとかで色が変わるそうなんですけど、こういう花器タイプというか形がこう花瓶として使えるものは、普通のそのままの素焼きの土器だと水を浸透させてしまって、長くこう張りっぱなしだとじわじわこう染み出してくるんですね。なのでこういうものは蜜蝋をコーティングしてくださってて、もう水が染み出さないようになってるので、お水入れっぱなしでお花を生けていただいたりとかもできます。これはもうね蜜蝋かかってないので染み出してくるんですね。これお茶を毎日入れて何ヶ月か使ってたら、もうほんとこういう茶渋の色が染み出してきて、そう味があっていいなと思うんですけど、なんかね育てる器な感じで。こう黒くなっているのはケヤキの木を焼いてこういう風に色をつけられているシリーズで、焼いた後にこう磨くことによってこういう黒でちょっとこうなんていうんですかね、艶があるというか、はい、こういう表情になるそうで、こういう木の欠とかこういう節とか穴とかもそのまま生かして作られている方で、本当に表情があって、ちょっとね表面もこう凹凸があるというか。ブランドのデザイナーさんがですね、ちょっと細かい話になるんですけど、パタンナーといって洋服のこう原型を作る職人さんなんですね、もともと。デザイナーさんがこう作ったデザイナーズブランドとはまたちょっと違うという、職人さんの目線でデザインされた洋服っていうので、一
一番の特徴は何といってもやっぱりその技術があるので、形がすごくこだわっているっていう、パターンにこだわりを持っているっていうところと、その職人さんならではの視点でのものづくりで、その縫製の仕様でしたりとか、こういう形のものにはこういう素材がやっぱりあるんだとかっていう、なんかこう理にかなったものづくりをすごくされてるっていう。こう派手なデザインっていうのは基本的には起こさないんですけれども、こういったカラーリングだったり素材感とか加工でちょっとこう表情をつけてものづくりをしているブランドがこのウルフになりますね。で、一応メンズブランドとしての立ち位置なんですけれども、うちでは一番小さいサイズに関してはユニセックスで女性の方にもご提案させていただいてまして、なんといっても着ていただくと分かるんですけど、こうメンズライクな硬いシルエットというよりはすごく柔らかいシルエットパターンで作られているので、女性がこう羽織った時にもすごくこう違和感なく着ていただけるっていう優しい形がすごく特徴ですね。このフィグベルってブランドの良さの一つで、特徴であり個人的にいいところだなと思うのが、やっぱモチーフにしてるのがいわゆる古い、例えばアメリカのワークウェアとかミリタリーものとかヨーロッパの古い何々ってなるんですけど、それをなんかこうすごいこうメンズっぽく作るのではなくて、仕上げは割と上品に落とし込むっていう。使ってまだ4ヶ月ぐらいに触ってみていたらすごい柔らかいね。そうちゃんと見た感じはしっかりした芯の通った革のベルトなんですけど、使ってる本人はすごく使いやすいっていう、柔らかいので。西洋のベルトって塩梅が難しいところありますよね。なんかこう細すぎるとちょっと華奢になりすぎるし、でもごついとやっぱりちょっとメンズライクになりすぎるんですけど、ちょうどいいので結構本当にこれ私も一緒に兼用してます。私がここにいる時は直接お話しさせていただけるので、例えばこういう場所に合わせたものでこんなぐらいの大きさのものが欲しいっていうものです。オーダーメイドで、お作りしてます。なのでこういう鏡とかもサイズと色を選んでいただけるんですけど、この苔の幅とかもご自由に設定していただけるんで、例えばもっとこう鏡の用途としてよりはもっとこう苔を見せたいという方は幅を太くして鏡の部分は狭まるんですけど、もうちょっとモリモリにみたいな